はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日はハンドミルの紹介をするんですけども、このハンドミルがとてもいいのでみんなこれ使ってねというわけではないんですね。ハンドミルを購入するにあたってこんな機能があったらこんなの便利だよっていうのを伝えたいので、僕が購入して今落ち着いているというか十分な機能だなと思っているものを紹介して、それを基準に機能であったりとか材質であったりとかを紹介していきたいと思います。皆さんのね、これからのおうちコーヒーがより美味しく、より楽しくなればいいかなと思っております。そのためにはね、まずは引き立てを飲んでほしいので、今回はハンドミルをご紹介していきたいと思います。まずはこの製品に関してなんですけども、タイムモアというブランドの S3 というモデルになります。で、タイムモアさんでもいろんなハンドミルを取り扱っているんですけども、その中でも比較的上位モデルになる製品になります。正直高くて手が出せないよとか、いきなりこんな高いの買えないよっていう人ももちろんいるので、まずは参考にね、聞いてもらったらいいと思います。ただ、もしこれからもコーヒーを飲み続けるのであれば、ちょっと背伸びしていいものを買うと余計なお金が出ていかないので、トータルで見るとコスパは良くなるんじゃないかなと僕は思っています。僕のようにね、いろんなの入門モデルからどんどん買っていくと、結局より多くのお金をね払っていくことになるので、その経験を皆さんにフィードバックするので、ぜひね活用していってもらえたらなと思います。で、この S3 を説明していくんですけども、まず2つとても気に入っている機能がありまして、まずは粒度の調整っていうんですかね、粉の粗さを調整する箇所が外なんですよ。ここをこう回していくと、エスプレッソからハンドドリップやフレンチプレスなんか粗いやつから細かいところまで引けるハンドミルになります。はい。一般的なものというか、これよりもハイグレードのものや他のメーカーのものって粒度を調整するのに、この中ここを下開けて、ここの下で調整することが多いんですね。下で調整するのももちろんいいんですけども、何が問題かというと、こう行く前に今どの位置で調整されているかがわからないので、いちいち中開けないといけないっていうのと、例えばもうガリガリっとやってしまった後にあれってなった時に、今いくつだっけって調整するのもいちいちまた中開けて下を見て、でこうもうここに入っている状態でこうまた調整しなきゃみたいな感じのことをやらないといけないので、それよりかは外でこう調整する方がとても楽です。よくやっちゃうんです。引いてる途中でなんか硬いなとか思った時に、ハンドドリップをこれからやろうとしているのに、エスプレッソの細かさで引いてしまって、途中まで引いてなんか確認したらしまったみたいなことがたまにあるんですよ。で、この外に流動計というかそのメモリがあると、今どの位置で流度がどれぐらいかっていうのが外からわかるんで、そうするとそういったミスが少なくなるんじゃないかなとは思います。で、なおかつメモリがついてることで、今回この粗さでやりましたと。ちょっと飲んでみて、ちょっと粗めかなとか、もう少し細かい方がより味が出るなと思った時に、じゃあ今回はもう少し前回よりも細かめに示してみようとかいう風なことができます。メモリがついているので。で、下の調整のやつだと、大体はメモリがついてなくて、一番きつい状態から何クリックかとか、クリックっていうのはカチカチカチっていうんでクリックって言うんですけども、これ何クリックか、もしくは1周半とか2周と4分の1とか、そんな感じで覚えないといけません。で、ここの S3 の優しいところ、親切な設計がこれです。例えばハンドドリップがこのメモリの 5.0 から 8.0 に調整するハンドドリップの粗さですよとか、あとはエスプレッソの細かさは0から 1.0 ですよっていうのが書いてあるんで、これはものすごく親切なんじゃないかなと思っています。はい。で、ここにこのメモリが、この赤い点がある、ちっちゃいですけども赤い点があって、この点を例えば1の方に持っていくと、ね、この0から 1の間、1.0 の間がエスプレッソの、細かさですよっていうのがわかるんで、
これはとてもいいと思います。で、もう一つの素晴らしい点というか、気に入っている点が、この中の薄のデザインと材質ですね。薄の材質は大きく分けると、ステンレス製かセラミックっていうのがあるんですけども、断然にステンレスの方がいいと僕は思います。セラミックももちろんいい、材質的に優秀なポイントがあるんですけども、一番重要な砕くというのに少しやりづらい部分があると僕は思ってます。包丁で説明すると分かりやすいかもしれないんで説明するんですけども、一時期セラミックの包丁が流行ったと思うんですよ。でセラミックって匂いがつかないとか、なんかいろいろメリットがあるんですけども、重要な切れ味っていうのは一般の包丁よりも切れ味は良くないと僕は思ってます。切れ味が悪くなったらステンレスの包丁は研ぐことができるけども、セラミックって言ったんですけど、そんなに研ぐことができないか、もしくは特殊なやつしかできなかったと思うんで、切れ味は良くなかったと僕は思います。やはり僕はステンレスの包丁が切れやすいと思います。で、このミルも同じことが言えて、ステンレスの方が砕きやすいですし、力加減も小さな力で引くことができて、なおかつ早いんですよ。例えば1回2回3回転とかするんですけども、セラミックの場合だとより多く回さないといけない。入れた豆が全部粉になるまでの時間が長くなってしまいます。でしかもより力いるし、僕はおすすめはしないというか、僕は使いたくない部類にはなりますね。同じステンレスでも中のデザインによってやりやすさっていうのは変わるんで、同じステンレスの中でもこれは比較的回しやすい、砕きやすいデザイン設計になっていると僕は思います。他にもいろいろあるんですけども、まずは外観なんですけども、僕が購入したのはブラックのカラーになるんですけども、カラーバリエーションは実は4色あって、ブラックと緑と直訳すると大津色って言うんですけども、多分クリーミーな感じの色とローズゴールド、ピンクゴールドかな、この4色があります。で、好きな色が選べるっていうのもね、いいですしね。で、全部がマットな感じで質感が結構いい味を出してると僕は思います。で、心臓部はステンレスですけども、それ以外の部分っていうのは、これアラミ合金とか使ってるんで、多少軽くしてあると思います。で、このボディの部分のこのギザギザなんですけども、このギザギザは実は滑り止めの役割になってて、こう回すときに手が滑らないようになっています。はい、細かいところもちゃんと考えられているんですね。で、豆の入る量は実測値で 30g は入れることができます。もちろん浅入りとか豆の大きさ、あとはケニアの AA とかになってくると豆も大きいので、それなおかつ深入りにするともっとより大きくなってしまうんで、入るグラム数はもしかしたら上限値は変動するかもしれませんけども、ざっくり 30g までは入れることができると思います。で、1杯分を入れるのは十分な量だと僕は思ってます。例えば1杯あたり400から 450ml ぐらい、スターバックスでいうと通るサイズぐらいのコーヒーを飲みたいと、1杯に入れたいとなった場合、1対15の抽出比率の場合、だいたい 30g の豆が必要になってくるので、小さいハンドミルだと2回に分けたりとかしないといけないので、それよりかは1回で自分の抽出したい量を引けるっていうのは楽だと思いますし、お客さんが来た時に2人もう一気に引くこともできますし大は小を兼ねるじゃないですけども、多少それなりの大きさがあった方がいいのかなとは思います。サイズに関してなんですけども、男性の方だと持った時に少し大きめの方が持ちやすいっていうのはあると思います。小さいとやりにくいっていうのがあるんでね。そしてこのハンドルが巻けることができることによってちょっとスマートな感じで置く場所にも困らないわけじゃないですけども、こうなっているよりかは多少スマートになるんで、持ち運びする時も少しスペースは助かるんじゃないかなと思います。でここも回る仕様になってるんで、もうとても回しやすいですね。この下の材質、ここ粉が入っていくんですけども、これアルミ合金のアルミの材質でもちろん軽いんですけども、それ以外にも静電気対策にもなっていると思います。っていうのは、例えばプラスチックとかガラスはとかわかんないですけども、プラスチックの場合だと静電気
が起きやすいし、帯電しやすいので、微粉であったりとか、その辺が残りやすいっていうのがあるんですけども、アルミ合金だと、それが多少軽減されるんじゃないかなと思います。はい、それではまとめに行きたいんですけども、本日はこちらのタイムモアさんの S3 を紹介しながら、ハンドミルを選ぶ際にいくつかのポイントを説明して、購入するときの参考になってくれたらなと思います。まずは、この粒度の調整が外にあるタイプと下にあるタイプと調整のしやすさですね、が大事になってくるかなと思います。結構僕はこれ気にするタイプですね。で、外に粒度調整があることによってミスも少なくなりますし、調整もしやすいのでおすすめなポイントの一つです。で、次に中の薄の材質はステンレスがいいと思います。で、ステンレスでもあまりチタンとかももしかしたらあるかもしれないですけども、例えば値段もだいぶ高価になってくるので、ステンレス十分だと思います。で、この S3 のステンレスは、SUS、ステンレスの420というのを使われているそうです。薄のデザインなんかもものすごく砕きやすい仕様になってますので、とても満足してます。実際にね、試し引きっていうのができたらいいんですけどもね、なかなかできるところはないので、当然サイトとかにここを強調されているんであれば、ある程度引きやすさは期待できるんじゃないかなと思います。で、次に外観はもう好みの問題になってくると思うんですけども、色であったりとか、置いた時のデザインとか、あとサイズ感もそうですね、その置き場所に困らないようなサイズ感も気になる方もいると思います。で、サイズに関しては引ける容量も影響してくるので、毎回1回にあたりどれぐらいの量を抽出するかによって選んでもらったらいいと思います。ちなみにこれは 30g 入ることができました。で、ここのその収納っていうのも結構僕が買ってる部分で、置いた時に邪魔にならないっていうのはいいポイント、ナイスなポイントだとは思います。で、粉の受けの材質なんですけども、こちらがアルミ製になってるんで、静電気が比較的帯電しにくい材質なんじゃないかなと思います。はい。それぐらいですかね。皆さんもね、参考にしていただき、ハンドミルでもいいし、電動でもいいんですけども、ハンドミルの多分安いと思うので、それをね、ぜひ買って、引き立てのおうちコーヒーを飲んで、違いをぜひ感じていただきたいと思います。今日のところはね、このぐらいにしておきます。はい。これからも皆さんのおうちコーヒーが美味しくいただけるように、いろいろ情報発信していきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。ではまた。もし、この動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。